理科大あるあるやっていきます。じゃあ、たくまです。理科大工学部機械工学科出身ということが私が、皆さんご存知だと思うんですけど、理科大あるあるみたいな、いわゆるテンプレート的な企画をやっていこうと思いますね。早速1点目なんですけど、女子が少ないっていうことですね。最近理系女強化みたいなところを政府的にもあるのかなって思ってるんですけれども、理科大もね、その理系女の枠を増やそうみたいな取り組み確かやってた気がするんですけれども、やっぱ少ないかなっていうところがありますね。学部差によって結構顕著なんですけれども、私の出身の工学部機械工学科なんかは、代によっては女子が0人みたいな代もあるらしくて、ちょっとこれ、あれかなっていう感じですよね。最近結構入学させる人の数を増やしてるみたいなんですけど、僕の代は110人ぐらいかな？だいたい1年生で入って、そのうち女子確か6人ぐらいだった気がしますね。だから割合5、6% ぐらいっていう感じで、ほぼ男子校みたいな感じでしたよね。全体的におとなしいというかオタク気質な人が多い大学であるので、オタクにも居場所があって私としては心地よかったなっていう感じですよね。で、女子学生はなんか結構優秀なんですよね。なぜか知らないですけど、なんかサバサバしてるっていうところはパッと見あるなっていうところなんですけど、淡々とこう課題とかをこなして成績上位で4年とか上がっちゃうみたいな人が多くてですね、あれ何なんだろうなっていう感じがしますね。男子生徒はなんかダメな人って言ったらあれですけど、留年するべく人はやっぱり一定数いるんで、何なんだろうなっていう感じですよね。で、2個目はですね、実力主義的なところがあるっていう感じですね。皆さんね、ご存知だと思うんですけどね、理科大のカリキュラムってよく練られていて、学部の間に社会で生きるような能力をバチッと詰め込むようなカリキュラムで、これ自体はよくできてるんですよね。ただ学生からすると結構課題の量多いなとか、製図とかね、レポートとかね、実験とか実習とかね、いろいろあるんですけれども、結構ね、遊ぶ時間が取れなくて大学に密にパッキングされるみたいなところがありますね。確かに実力は身につくんだけど、花の大学生活、なんかこうキラキラしたような大学生活を歩もうって考えてると、ちょっとこう入学後にギャップがあるかもしれないですね。あとなんかたまにあるんですけども、なんか留年いきりというか、レポートやってますいきりみたいなのが結構ありますね。結構前の新聞であったような気がするんですけど、こうレポートのね、なんかこれが理科大生活で書いてきたレポートだみたいな感じで紙の束がドンみたいなのあるんですけど、なんかそういう謎のイキリがですね、大学にしても学生にしてもあるような気がしますね。やっぱなんか理科大の特徴ってそういうところかなとも思うんで、イキりたくなる心理は僕もわかるかなっていうところであるんですけど、なんかそういうのがあるなっていう感じなのがちょっと面白い大学ですし、学生だなっていうのはありますよね。3点目ですね。オタクが多いということですね。オタクの定義も結構難しいところなんですけれども、アニメ漫画をたしなんでいたり、声優とかもね、アイドルとか、いろいろあると思うんですけれども、何かしら一つの分野が好きで、ちょっと熱量が高い人が多いなっていう印象はありますね。わかりやすいのがアニメオタクとかいうところなんですけれども、僕もね、大学時代とか今もそうですが、結構アニメ見て、こう陰キャみたいな感じ、オタクみたいな感じでやってたんで、そういう意味でそういう人が結構一定割合いてくれるっていうのはすごい居心地良かったですね。ただオタクが多いとは言ってもなんか真っ当な人もいるので、そこら辺のこう集団の断絶みたいなのもありますよね。なんかガチオタク層とこうなんか普通層っていうか、なんで理科大にいるのかなみたいな、結構普通の層っていうかウェイみたいな層がいるんですけど、ちょっとすいません、偏見入ってますね。いるんですけど、その大きく2集団の断絶がすごいなっていう感じは思いましたね。もちろんこう実験とか実習とかで同じ班にこう混じり合ったりするんですけれども、なんか不協和音的なコミュニケーションが成立してるのが面白いなっていう感じですよね。で、あと第三勢力としてなんかもう本当に無難に人とやり取りできるみたいな、その中間層みたいなのがいるんですけど、そういうね、層が結構混じり合ってるのが面白いなっていう感じですよね。で、あと4つ目最後なんですけども、なんか結構教授の癖が
強いかなっていうのはなんとなく思いますね。これ他大学の教授とかの講義を受けたことがあるわけではないんで、あくまで個人的な感想レベルなんですけれども、なんかこの人尖ってんなみたいな人が多いのが面白かったですね。特に理学部系の教授がなかなか癖があって面白くて、理系の教授なんで大体そんなもんかなというところあるんですけど、板書とかパチパチしてるじゃないですか、カンカンカンって。でそれを我々学生はノートに書いて、って思いながら授業を受けるわけなんですけど、板書してるとね、たまに乗ってくる教授がいるんですよね。理論式の教室とか楽しいのかなとか見てたら、いきなりこっからショータイムですよみたいな感じで言って、学生も一笑いして、でそれでちょっと調子づいちゃったのか、カカカカってやったので楽しそうに理論式を導出して、数学の教授だったんですけど、そういう感じですね。なんだこれはみたいな感じの教授がたまにいるのが面白かったですね。僕自身は結構そういう尖った人材みたいなの好きなんでよかったんですけど、なんていうのかな、そういう人に偏見というか、ってなっちゃう人は、医科大にも多分いると思うので、そこら辺のミスマッチというか、ギャップみたいなのはあったのかなと思いながら、でも面白い生活だったのかなと思いますね。